皆さんこんにちは、ランタムです。こちらはね、エコフロー社のリバープロで、僕は以前こちらの電源をレビューさせていただいたことがあったんですけども、こちらはね、エクストラバッテリーという容量 720Wh の電池を接続することで、最大容量が 1440W に増やせる電源ではあるんですけども、前回紹介させていただいた時には、そちらのエクストラバッテリーがない状態でレビューさせていただいたんですよね。なんですけどもね、今回はついにこちらのエクストラバッテリーが僕の方に届きまして、さらにね、接続ケーブルもちゃんとあるんで、今回はね、こちらの電池容量がね、倍に増やせるリバープロを使って、車中泊の花である料理がどれぐらいできるのかっていうのをしっかりね、使い倒して実験してみたいと思います。はい。ちなみに今回の動画は、エコフロースさんの春のポータブル電源祭りみたいなのが開催されてまして、様々な電源がね、通常よりも 30% ぐらい安く買えるようになってるんですけども、そちらのキャンペーン動画として撮らせてもらってます。はい。ということでね、もう早速実験してみようと思うんですけども、まずはね、エクストラバッテリーをちょっとつなげてない状態で、本体単体だけでね、実験してみようと思うんですけども、まず料理の基本といえばね、やっぱし UCC コーヒーなんで、まずはね、ちょこっと家電でコーヒー1杯分のお湯をね、沸かしてみたいと思います。カップ1杯分の水。はい。で、乗せる。で、AC 出力がね、側面にあるんで、この AC ボタンをオンにして、接続。で、オンですね。ちょこっと家電は定格消費電力が 260W なんですけども、リバープロはね、AC 出力が 100V ちょうどの電源なんで、ちゃんとね、260W ぐらいで動いてます。素晴らしい。で、あと、消費電力 100% から始めたんで、お湯が沸くまでに何%必要なのか、こちらをね、しっかり見ていきたいと思います。はい。ちなみにね、現在の気温は11度です。ですんで、冷たいお水の状態から沸かしてるっていう格好ですね。はい。ということで、見えますかね？沸いてきました。こんな感じですね。OK ですね。よし。で、一遍止めます。そうしましたらね、電池残量 96% でした。だから 4% でカップ1杯分のね、お湯が沸かせたという格好になってます。で、かかった時間なんですけども、これごめんなさい。1分20秒ほど足してください。ちょっと遅れたんで。ですんで、8分ちょうどぐらいでお湯が沸いたという格好になりますね。早かったです。よし。ということで、ちょっとコーヒー入れて飲みましょう。よし。ですんで、UCC 換算すると、リバープロでは 25UCC いけるっていうことですね。これは優秀ですね。わかりました。OK です。ということでね、ちょっと次の実験に移りましょう。はい。ということでね、お次はちょっとお腹も空いてきたんで、ゆで卵を作りたいと思います。で、こちらはね、定格消費電力が 370W の電気蒸し器ですね。卵を並べて、水を入れて、十何分ほっとくだけでね、ゆで卵ができるというマシンです。で、卵買ってきたんで、卵入れましょう。並べるだけで OK なやつですね。で、残りカットでね、1個はこれ入れます。で、ごめんなさい、忘れてました。水入れないといけない。お水はね、もう適当にタッと入れて OK ですね。はい。で、あとはね、ダイヤル回すだけでいけるんですけども、15分回したら、硬いゆで卵になるんですよね。で、僕はね、そこまで硬いやつは好きじゃないんで、今回12分30秒っていうのかな。この状態でね、蒸していこうと思います。で、ちなみにね、ちょっと今落ちたんで、もう 95% からにしましょう。だから 95% からどれぐらい減るかっていう実験ですね。はい。ということで、しばらく待ちます。はい、蒸せてきてますね。こんな感じでね、蒸気で卵を包み込んで、ゆで卵を作るという機械ですね。ちなみにね、お湯よりも水蒸気の方が温度が高いんで、めちゃくちゃね、卵が高温になっている状態です。はい、できました。12.5 分で調理完了です。で、早速ね、ちょっと1個開けてみましょう。はい、ということでちょっと剥いてみようと思うんですけども、この卵はね、すごい新鮮な卵ではあるんですけど、蒸した卵ってね、すごい殻が剥きやすくなるんですよね、こんな感じで。ですのでね、新鮮な卵は蒸してゆで卵にする方がね、絶対にいいです。よし。はい。じゃあちょっと1個いただいてみましょう。いただきます。美味しいです。僕ね、これぐらいが好きなんで、あと30秒やってもよかったかもしれないけども、美味しいです。ですのでね、ゆで卵も問題なくね、作れたんですけども、電池残量はね、85% なんで、7つのゆで卵を作るのに 10% しか使わなかったっていうことなんで、リバープロを使用したら、70ゆで卵が作れるっていう格好ですね。はい。すごい電池持ちますね。バッチリです。ということで、ちょっとこちらの卵は僕のご飯なんで置いといて、またね、ちょっと次の実験いきましょう。はい。でね、車中飯の花といえばご飯なんで、こ
今回ね、ご飯炊いてみようと思います。で、炊くのはね、最近いつも気に入って使ってる炊飯器ですね。これはね、消費電力 310W の炊飯器です。で、通常僕はそのご飯はだいたい1合ずつとか 0.5 合ずつとか炊くんですけども、多分ね、1合じゃ参考にならないと思うんで、今回はね、こちらの無洗米2合を炊こうと思います。こちらはローソンでね、30% オフで購入したものです。で、ちなみに、内容量 300g ですね。はい。パッと炊きましょう。よし。こうですね。はい。で、この炊飯釜にはね、ここ2っていう風に線が引いてあるんで、ここまで水を入れます。この炊飯器はね、内側の線が白い線なんで、めちゃくちゃ見やすくていいです。よし。で、このまま炊いたらね、美味しくないと思うんで、少しだけ水を吸わせます。はい。ということでね、水もちゃんと吸ったんで、これでね、準備 OK ですね。で、炊こうと思うんですけども、あとね、もう一個、生卵残ってたんで、こちらをね、同時にここで、ゆで卵にしようと思います。よし。で、もう炊くのはね、普通炊きにしましょう。45分かかるそうです。はい。炊飯。で、電源入れたらすぐにね、84になったんで、84% からいきます。で、消費電力はね、300W ちょっとなんですけども、45分なんで、230W ぐらいしか使わないはずなんで、ここはね、30% ぐらいしか減らないんじゃないかと思います。ですんでね、電池残量ちょうど 50% ぐらいでね、ご飯がね、炊き上がるんじゃないかと思います。はい。とりあえずね、この状態で放置します。はい。残り16分ぐらいになったんですけども、どうやらね、炊き上がったみたいで、今、蒸らしに入ったようなんですよね。だからね、ここの数字が、0W から 307W をずっとうろうろしてる状態で、開けてみたらね、もうしっかり炊けてます。で、結局ね、炊飯だけで言ったら、電池残量 68% なんで、16% でご飯が2合炊けたっていう格好ですね。蒸らしは別で。すごいですね。だから 16% だから、6回は炊けるんで、ご飯12合は炊けるっていう格好ですね。すごいな。まあ、一応ね、ちょっととりあえずあと14、5分あるんで、少し待ちます。はい。炊き上がりました。これ保温に入った印ですね。で、この時のね、バッテリー残量が 66% ですね。ですから、結局、炊飯と保温合わせて 18% だったっていう格好ですね。すごい。で、開けてみるんですけども、はい。もうね、問題なく炊けてて、上手に炊けてます。はい。ということでね、ちょっとせっかくご飯炊けたんで、ちょっとね、食べましょう。今回はね、おにぎりにしていただきたいと思います。で、よし、ちょっと大きめのおにぎり作ります。これにね、塩振るんですけども、僕はね、味噌が好きなんで、具材に味噌入れます。味噌のおにぎりね、美味しいんで、皆さん、機会があったらね、作って食べてみてください。個人的にはね、めちゃくちゃおすすめです。よし。で、海苔。うわ、美味しそう。はい。上手にできました。食べてみましょう。いただきます。うん。美味しい。めちゃくちゃ上手に炊けてます。うん。やっぱりご飯はね、炊飯器が上手に炊けてますね。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、ね、実験は順調なんですけども、少し困った状況で、というのがね、今、コーヒー飲んで、ゆで卵作って、ご飯2合炊いたのに、電池残量がね、まだ 65% もあるんですよね。ですんでね、全然減ってないんですよね。でちなみに、エクストラバッテリーはまだつなげてない状態で、ここにあるんで、単体でこれだけ量ができてるってことなんでね、想像以上にね、電池の持ちがいいですね。困ったな。だからね、ちょっと長期戦になりそうです。はい。でね、次何を料理しようかなと思ったんですけども、うちにね、こういった牛テールがありまして、これね、ちょっとだいぶうちの冷蔵庫の方で熟成された肉ではあるんですけども、これがあったんでね、こちらで牛テールカレーをね、作ってみようと思います。で、作るのにはね、僕の秘蔵の電気圧力鍋を使います。これはね、定格消費電力が 600W の電気圧力鍋なんで、リバープルの X ブースト機能を使わなくても使える調理器具ですね。はい。で、もうね、これは簡単なんでパッとやっていこうと思うんですけども、まずはね、もうお肉を全部入れて、ネギですね。青い部分入れます。青い部分。よいしょ。青い部分。OK。そしたらね、水をもうたっぷり入れて、で、お肉がね、浸かるぐらい水入れたら、蓋をして、OK。で、これで準備できたんで、加圧しようと思うんですけども、加圧時間はね、ごついお肉なんで、もう20分ぐらいしようと思います。ということで、スタートです。
一応ね、また64まで下がったんですけども、まあ 64% からにしましょうかね。はい。消費電力は 600W です。で、ついでにね、加熱時間がどれぐらいなのか測っておきます。しばらく放置します。はい、4分40秒ぐらいでね、もう加圧に入りました。まだね、これ温まってないはずなんですけどもね、早いな。はい、今ね、8分経過したんですけども、現在のね、電池残量が 49% で、あと32分動くそうです。調理時間はね、あと17分ぐらいなんで、だからずっとね、問題なく使い続けれるような感じがありますね。はい、余談なんですけども、今、12分を回ったあたりから、中がね、コトコト言い始めて、こんな感じでね、蒸気が上がり始めました。はい、でね、蒸気が上がってきたんで、ここね、今、ピュッと上がりました。これでね、圧がかかり始めたような感じがあると思います。ちなみにね、あと11分らしいです。はい、14分経過したあたりで、内部のね、圧力高まってきたんでしょうね。消費電力がね、0W になりました。ちゃんと動いてるんですけども、今止まってる状態ですね。はい。この状態でね、あとはタイマーが動くんで、じっくりね、圧力をかけながら柔らかくなっていくような感じです。はい、できました。加熱完了です。で、まだね、ここピンが上がった状態で、開けれないんで、少しね、こちらがね、冷めるまで少し放置します。で、ちなみにね、全部の調理時間は24分30秒だったんですけども、電力消費量はね、28% でした。だから、約1分 1% ぐらいで使ったような格好ですね。すごいな想像以上にね、リバープロ、燃費がいいですね。で、今回はね、カレーなんで、野菜もね、買ってきてるんで、ちょっとね、少し冷めるまでの間に刻んでおきます。はい、ここね、ピンが下がったんで、もう開けれると思うんで、開けるようにしましょう。OK。で、せーの、ガチャ。どうでしょうか。お肉を確認してみるんですけども、ああ、箸通りますね。すごいすごい。柔らかくなってます。うん。ホロホロではないんですけどもね。お箸は通ります。で、どうしましょうかね。個人的にはね、これ、ホロホロにしたいんで、電池残量もあるんでね、もうちょっといっときましょう。そうですね。多分ね、15分やっても、電池持つと思うんで、これで、いきましょう。はい。今 35% ですね。もうすぐね、加圧になりました。よし。追加なんでね、引き続きいきましょう。はい、止めておきましょう。15分、またね、加圧したんですけども、電池残量 29% なんでね、6% しか減りませんでした。だからね、いっぺん温まってしまったら、ほとんどね、電力いらないんで、すごいいい調理器具ですね。はい。で、ちょっとね、また冷えるまで待ちます。よし、2回目、どうでしょうか。開けてみると、ね、通るんですけども、ぐじゅぐじゅっていう感じではないですね。あれ、個人的にはね、これもうなんか身離れがすごいボロって取れるかなと思ったんですけども、いきませんね。ごめんなさい。もっとね、柔らかく煮込みたいんで、もうね、思い切ってね、さらにプラス30分やりましょう。電池残量もね、十分あるんで、30分。で、スタートです。こっちもスタート。はい、OK ですね。保温に入りました。まだね、ピンが出てるんで、ちょっと待とうと思うんですけども、電池残量はね、16% ですね。だからね、64% から始めたと思うんで、今 48% 使ったような格好ですね。はい。はい。ピンが下がったんでね、確認してみましょう。よっと。で、具合は箸がね、スッと刺さります。これやわやわです。できました、できました。OK ですね。で、どうしようかな。もうね、あとカレーにしようかなと思うんですけども、この分ね、ちょっとスープの量が多いんでね、ちょっとね、これ、スープ、水をね、量変えます。はい、ということでね、ちょっとお肉の方をね、少し軽く水洗いしてきました。これでね、もうバッチリなはずです。で、あとはね、これにもう、野菜を入れて、水をね、250cc ほど入れましょう。はい、これぐらいですね。入れて、で、カレールーはね、これを使います。本麒麟買った時についてきたルーですね。で、まずはね、これを10分ぐらい煮るんで、蓋をして、こうですね。で、調理しようと思うんですけども、ちょっとね、そろそろ電池がこれまたなくなってきたんで、ここでね、外付けバッテリーちょっと追加してみましょうかね。こことここをつなげるんで、線を、まずはこっちつなげるんですけども、両方ともの電源がオフじゃないとつなげちゃダメなんで、いっぺん切ります。で、こうですね。よいしょ。はい、合体させました。ちょっとね、配線の具合が悪いんで、裏に持ってきます。こんな感じでね。で、さっきの電池残量がね、16% だったんですけども、入れてみましょう。入れたらね、向こう側もオンになりました。そしたら、こうですね。
58% になりました。これはね、要するに今まで 720Wh で残量が 16% だったのが、同じ容量の電池が増えたんで 1440Wh の 58% になったという過去ですね。はい、面白い。で、これでね、もう完璧に料理ができると思うんで、引き続きね、やってみましょう。逆にね、これで 8% って言われたら面白いんだけども、まあ、よし。ということで、AC をオン。で、10分で加熱します。よし。はい、うっかりしてたら今出来上がりました。で、電池残量ね、51% ですね。だからね、こっち、本体単体でも、ここまではできたみたいです。すごい。OK。ピンが下がったんで、開けてみると、よいしょ。おー、じゃがいもね、もう全部完全に火通ってますね、これは。あ、人参もね、大丈夫です。よし。じゃあね、あとルー入れます。ルーはね、ちょっと刻みながら入れるようになってるんで、そうします。こうやって、今回2人分なんでね、2個入れます。よいしょ。ちょっとね、で、これで混ぜておきましょう。はい。でね、あとはね、10分ほどちょっとこれで放置します。よし、完成ですね。オッケー。美味しそうなのがね、できました。じゃあね、ちょっとご飯入れてからね、いただいてみましょう。で、食べるんだったらね、やっぱしこのお肉ですね。よいしょ。うわー。よいしょ。はい、いい感じですね。ということでね、めちゃくちゃ美味しそうなカレーができたんで、もう早速ね、いただいてみたいと思います。いただきます。果たしてお味は？もうね、まずは肉からいってみましょう。お肉なんですけども、これね、もうトロトロです。スプーンでね、すくって取れるような感じですね。めちゃくちゃトロトロ。美味しい。すっごい美味しい。上手にできてます。もうね、これこんな感じでスプーンでね、取れます。すごい美味しい。結局ね、電池残量これ51なんですけども、本体だけだったらね、2% 残ってるっていう格好なんで、こちらの電源ね、63% で牛テールカレーが2人前できたんで、電源2つあったらね、6人前の牛テールカレーができるという計算ですね。すっごいパワーですね。これね、こんなに持つと思わなかったんで、本当にびっくりです。で、まだね、ちょっとこっちが残ってるんで、こっちもね、ちょっと実験はしようと思うんですけども、その前にね、まず食べましょう。はい。ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、どうしましょうかね。こちらの電源なんですけども、まだ電池残量 50% 残ってるんですよね。で、カレー類はね、また日を改めて食べようと思うんですけども、今ちょっとお腹がいいんで、料理実験はもう一旦ここまでにして、次はね、また明日にでも電源のね、電池実験の方をしてみたいと思います。とりあえずね、これ単体でからね、ここまでできることが分かったのはいいんですけども、できすぎです。びっくりしました。ということでね、ここで一旦締めたいと思います。はい。ということで、ちょっとまた別の日なんですけども、こちらの方にね、やってきました。で、今回はノンフライヤーをね、使って調理してみようと思います。このノンフライヤーは、消費電力が 1230W あるんですけども、リバープロの方はね、X ブースト機能というね、機能がついてるんで、600W を超える家電でも使用可能なんで、こちらでちょっとね、調理していきたいと思います。で、今回ね、簡単に鶏の手羽の唐揚げを作りたいと思います。これはね、もういつもやってる方法なんで、パッとやりましょう。鶏手羽に塩コショウを軽く振って、粉を入れて、まぶして並べて焼くだけなんですけども、これはね、200度で10分でいきましょう。こうですね。はい。でいきましょう。開始早々ね、50% になったんで、もう 50% っていう覚悟でいきます。はい。次に一緒に回しておきましょう。はい。ちょうど3分ぐらいで予熱が完了しました。早いですね。で、この時のね、電池残量が 48% で、現在の消費電力はね、23W です。だから今で予熱が終わってファンが回ってるだけの状態ですね。はい。で、ここからね、10分なんで、キッチンタイマーがね、ちょうど13分になるぐらいに調理が完了すると思います。ちなみにね、こんな感じで、内部のね、加熱を繰り返しながら回ってます。ということで、ちょっとしばらく待ちましょう。ファンが回ってませんね、これは。内側のファンが回ってないからね、多分できてない予感があります。半分ぐらいの時間しかね、これはファンが回ってませんね。とりあえず一旦ね、完成するまで待ちます。はい。13分ほどで、できまして、現在の電池残量はね、42% ですね。で、これでね、できてればいいんですけども、どうでしょう。
やっぱりまだまだ薄いですね。これはできてないです。ダメだな。よしですね。ちょっとねこれはねすごい大電流のいる家電なんで、これは仕方ないですね。はい。でさっき200ワットにしたらもうほとんどね中のファンが回ってなかったんで、170度ぐらいにして追加で5分ほどやってみます。しばらくね様子見ましょう。はい。できました。止めとこう。現在の電池残量はね 40% ですね。17分間の調理で 10%、 単体だったら 20% 電力消費したことになってます。で出来上がりはいい感じですね。これ結構ふわふわにできてるぞ。なるほど。ちょっとね1個試してみましょう。ちゃんと剥がれますね。これはよいしょ。はい、ちゃんと身は離れました。 OK ですね。できてるかもしれない。ちょっといただいてみましょう。いただきます。完璧です。めちゃくちゃ美味しい。ちゃんとできてますね。時間は 1.5 倍かかりましたけども、きちんとね手羽の唐揚げできてます。ですんでねリバープロでもノンフライヤーでパリッとしたね唐揚げ作ることができました。これは美味しいです。はい。ということでね、唐揚げができるっていうことが分かったとしたら、次は焼き魚ですね。さっきのねアラを買ってきました。末端価格ね390円もする高級品です。でこれをねもう焼いていこうと思います。でさっきね170度ぐらいでよかったんで、170度で10分焼いてみましょうかね。並べます。ちょっとね入りきらないぐらいあったんですけども、まあとりあえずこんな感じでいきましょう。で入れて170度でとりあえず10分焼きます。はい、スタート。ちなみに現在の電池残量は 39% です。しばらくね放置します。はい、できました。12分ちょっとのね調理期間でした。で電池残量はね 31% あるんですけども、どんな感じでしょうか。せーの、よいしょ。焼けてますね。これはよいしょ。焼けてるかな。これは焼けてますね。ちょっとね食べてみます。きちんとねもう火は通ってます。美味しい。できました。魚はね10分でできるんですかね。ちょっとこっちも見てみます。できてますね。プリップリです。再加熱必要ないですね。これだったらめちゃくちゃ美味しいです。美味しいな。これは本当にしっとりとした感じに仕上がってます。ですんでこちらの分で魚を10分で焼くことができました。これはバッチリですね。で電池残量がね 31% なんで 8%、 多分余熱も含めたらね 12% ぐらいですかね。で魚がねしっかり焼けることが分かりました。これはすごいな。上手にできました。はい。ということでね、手羽からも焼き魚もできたんで、もうこれでいいかなと思ったんですけども、電池残量がね 31% も残ってるんですよね。でこの状態でねちょっと終わってしまうのもなんかもったいないんで、最後にねもう一品作りましょう。作るのはねこちらです。お芋ですね。これはね蜜芋なんですけども、これでね焼き芋を作ろうと思います。僕の友達がね教えてくれた話によると30分ぐらいでできるらしいんで、ちょうどね電池残量もこれ30分ぐらい持つような時間なんで、これをね焼き芋にしてみたいと思います。でホイル焼きにするんですけども、ちょっとねこれ芋がでかいんで半分に割ります。よいしょ。まあいいや。ホイルでねしっかり包みます。よし OK ですね。でこれをこの中にドンドンと入れて、これでねもっと焼くだけです。170度で30分焼いてみましょう。焼けるのが先か電池がなくなるのが先か分かりませんけども、これでねいってみたいと思います。ちなみにね一応電池残量は40分いけるらしいです。ということでねこちらをゆっくりいただきながら焼けるのを待ちたいと思います。はい、できました。どうでしょうか。お芋ねちょっと持ってみましょう。熱そう。柔らかくなってきてますけども、まだですねこれはまだな感じです。で大きいお芋の方はね硬いままですね。まだ分かりました。よし。で電池残量 15% なんで、もうねフルで使うためにあと30分やってみましょう。焼き上がりでねもう完了したいと思います。スタート。10分おきぐらいにね触ってみます。はい、10分経過ですね。ちょっと見てみましょう。だいぶ柔らかくなってきたけども、もうちょいですね。よいしょ。続けましょう。はい、ということでね残り時間10分になりました。
ですね、ちょっと見てみましょう。どうでしょうか。あ、ちっちゃい方はね、完璧に長くなってますね。大きい方どうでしょう。こっちが問題なんですけども。こっちもできてますね。OK です。じゃあね、もうこれで調理は完了にしましょうかね。はい。で、電池残量はね、4% でした。だから、最初29だったかな ?31 だったかな。だから、だいたいね、25、6% で焼き芋ができたという格好ですね。ちなみにこの分で言ったら、単体で電池半分の電池使用量だったという格好ですね。はい。よし。でね、ちょっと見てみましょう。どんな感じでしょうか。おー、すごい。よくできてます。これは蜜芋だ。これはね、ちゃんとよくできてます。すごい蜜たっぷりの芋できてますよ、これ。ちょっと剥いてみるんですけども。うわー。お芋がね、もうべちゃべちゃなやつです、これ。上手にできました。ちょっと大きいもの開けてみましょう。こちらも、おー、できてるできてる。蜜が出てきてます。これはすごい。完璧な焼き芋ですね。見えますかね、これ。トロトロの焼き芋できてます。素晴らしい。で、ちょっとね、ちっちゃい方食べてみましょう。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。トロットロです、これ。ちょっとね、時間はかかりましたけども、完璧にね、めちゃくちゃ美味しい焼き芋を作ることができました。大成功です。ですんでね、美味しく焼き芋も焼ける電源っていうことがね、分かりましたね。すごいですね。ということでね、いろいろ料理に使える電源ということが分かったんで、最後にね、ちょっとまとめに入らせていただきたいと思います。はい。ということでね、今回はエコフロー社のリバープロとエクストラバッテリーを使ったらどれぐらい料理ができるのかっていう動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。想像以上にね、たくさん料理ができて、僕もね、本当にびっくりしました。で、今回紹介させていただいたリバープロなんですけども、こちらはね、動画の最初にも言ったように、エコフロー社は今現在、春のポータブル電源祭りをね、開催中で、こちらはね、3月4日から11日まで、エコフロー社のね、公式楽天市場店にて、最大で 30% オフの全品割引セール開催してるんですけども、さらにね、動画の視聴さん限定に2000円オフのね、クーポンコードを提供してくれてるんで、皆様よろしかったらね、この機会にぜひ、エコフロー社の電源安くなってるんでね、動画の概要欄の方チェックされてみてから、購入をね、検討されてみてください。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。